はようございます。たかしです。本日は12月28日木曜日、ただいま11時9分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。年末年始に勉強していただけるようにお悩み解決動画集を作成しました。初心者から中級者の方がぶつかりやすい悩みの壁を休暇中に克服できるように動画でしっかり学んでいってください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。あまり冷やし単位では大きくは動いておりません。現在は緑の平行チャンネルの下限、そしてその下限から反発上昇できるのかどうかというところですね。上昇してきても一旦はこの GMMA の青帯付近までと考えておりますので、現在で言うと183円付近っていうところにこの GMMA がありますので、そのあたりまでは上昇してもおかしくないのかなというところ。ただここのところの動きを見てますと、この緑の平行チャンネルの下限付近に張り付いているようにも見えますので、ここからもう一段下落、ピンク丸の安値付近、178円付近ですね。そのあたりを目指す可能性も十分考えられます。ここ最近の動きを見ていても、ここ3日間は陽線が出ているんですね。本日は陰線から始まっているんですが、ここ3日間陽線なんですが、やはり上髭を出しているので、上値が重いのがわかりますよね。結構上髭が出ております。上昇するにもなかなか上がりきれていないっていうのを物語っていますよね。ということは基本的には上がれば売られやすいというそういう試合ではあります。ただやはり平行チャンネルの下限ということで反発する力も比較的ありますので、上がったところから売る、下がったところから買うっていうことを買い足の時間軸でやっていくといいと思います。では4時間足です。4時間足では3損をイメージしておりました。ちょうどここですね。ここからのこういう3損です。こんな感じ。そして昨日は右肩を作ってここから下落していけるのかどうかっていうところに現在は注目しております。現在ストキャスティクスは下落中ですので、やはり基本的には下落の圧力がかかりやすいんですけれども、ここ直近の動きを見てますと安値を切り上げてきているんですね。ただ高値の更新はできていませんので、このまま3損を完成させて下落していくっていうことも考えられますが、このネックラインですね、直近何度も止められているこの付近、180円付近、ここを明確に下抜けられないと、これ3損否定からの上昇になっていきますので、その辺も注目です。現在は昨日右肩を作ってそこからの下落になるのか、それとも3損否定での上昇になるのかっていうところですので、今はオレンジの水平線付近、ちょうど181円付近にありますので、このあたりも意識されてくるライン、過去も結構揉み合っているところなんですね。なので、このラインっていうのもレジサポになりやすいところですので、現在地付近で反発上昇するのか、それとももう一段下落してくるのか、もう一段下落してくるのであれば、先ほど言っていたネックライン、180円付近まで下落してそこでどうなるのかっていうところを見ておくといいと思います。では1時間足です。昨日の動き、ここの急激な上昇、ちょっとここ気になりますよね。これどうしてこんなに上昇したのかなんですが、この上昇なんですが、この辺の高値を目指しに行っていたんですね。ここですね。この黄色丸の高値です。ちょっと到達はしてませんが、だいたいその辺付近、この黄色丸の高値のネックライン付近がちょうどターゲットになっていたと考えられますので、昨日のこの強めの上昇はこの高値、黄色丸の高値を目指すようなそういう動きでした。そしてこういう強めの上昇した時、いつも言ってますが、強く上昇した時とか、強く下落している時っていうのは、その流れに乗っていくのは危険ですよっていう話をツイッターなんかでよく投稿しているんですが、まさしくそんな感じですよね。急激に上昇して、そこからの大きな下落、そしてここはもともと3層の右肩が意識されておりましたので、その下落となっております。で、昨日これ緑の矢印とピンクの矢印、このラインが分かれ道ですねっていう話をしていたんです。この白いラインっていうのはこの過去の3層の左肩の高値になってきます。一旦ここで反応してますよね。一度大きく下落、大きな陰線が出て下落したんですが、再びこのオレンジの水平線でサポートされて上昇、そして先ほど言った黄色丸の高値を目指して、そのネックラインを到達してからの下落、これが結局3層の右肩を作りに行くような動きでしたね。ですのでこの白の水平線を上抜けたんですが、結局そこでサポートされることなく下落してきている。つまりここの上抜け部分っていうのは騙しになっているということです。ですのでこういう強い上昇ですね、昨日の夕方から夜にかけてのこの強い上昇、こういう結構強めの上昇、この中でトレードする分には問題ないんですが、こういう強い上昇が出たからといってここからどんどん上昇していくぞっていうようなそういう
いう考え方をすると結局サポートされずに下落してますので、そうじゃなくてまずは意識されるラインを抜けてくればそこでサポートされるかどうかっていうところを見ておく必要があります。昨日ですとこの白い水平線ですね、181.8 付近、ここを抜けてきた、ここが意識されるラインですので、そこを抜けてきたので、そこでサポートされて上昇していけばその流れに乗っていけばいいんですが、結果的にはサポートされずに下落してきてますので、こういう強い上昇が起こった時は飛び乗りたくなる人もいるかもしれませんが、そういうことをすると最高値をつかまされてそこから大きく下落していく。今ですとこの大きな3損ですね、こちらがヘッド部分になりますが、この頭から右肩を作ってそこから大きく下落していく、その最高値を掴んでそこからの下落に入っていくっていうことになりますので、こういう強めの上昇とか強めの下落、急騰急落ですね。今回の場合は急騰ではないんですが、こんな感じでどんどん上昇するときどんどん下落するときっていうのはしっかりと次の押しとか戻しを待たないと最高値最安値を掴んで逆方向に大きく動くっていうことになってきますので、その辺は注意ですね。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円日足はオレンジの平行チャンネルを下抜けて、そして現在のターゲットはこの白い水平線ですね、139.413、だいたい 131.5 付近がターゲットになってきます。ここまで到達するかどうかは分かりませんが、現在ちょっとずつこの下げ渋っている感も感じますよね。基本的には上値は重いんですが、この下落の安値の更新の幅っていうのがだんだん小さくなってきていますので、ちょっとその辺注意です。この辺りから一度反発してもおかしくない。日足の GMMA の青帯とはずっと離れたまんまなんですね。ですので一度この GMMA 付近まで戻す動き、現在ですと145円ぐらいまで上昇していくような動きがいつ出てもおかしくないところにはありますので、その辺は注意です。ストキャスティクスはそろそろ安値圏ですよね。ですのでこの辺りからはインジケーターを見ていても反発上昇しそうな雰囲気でもありますので、ここからどんどん下落するというイメージは持たない方がいいと思います。ただ上値が重いのはまだ確かですので、上がったところから売っていく分にはいいんですが、下がったところから追加で売りで入っていくのは危険だと思いますので、売りたい場合はしっかり上昇するのを待つ、買いたい場合は下げ止まりを作るのを待つっていうところを見ておくのがいいですね。では4時間足です。4時間足直近の安値付近に現在はありますね。そして過去のここの安値、12月7日の安値ですね、そこと、それからここ12月14日の安値、ここ安値は更新しているんですが、更新幅が結構小さいですよね。今まで結構な急激な下落をしてきたんですけれども、ここに来て更新幅が限定されてきておりますので、ちょっとここの動き怪しいです。ここから急激に、現在の付近から急激に下落して更新幅を大きく伸ばしてくれば別ですけれども、今のこの安値の更新幅を見ているとそろそろ反発してもおかしくないのかなというふうにも見えてきます。ただし GMMA の青帯は下向きですので、基本的には下落トレンドですので、基本は上がったところから売っていくという、そういう考え方ですので、現在もこの白のトレンドラインに何度もぶつかって下落してきておりますので、まずはトレンドライン付近までの上昇を待つ、そしてそこからの下落の流れっていうのを考えるのがこの下落トレンドに対する基本的な考え方になってきます。では1時間足です。昨日の夜中からずっと下落一辺倒になってきてますよね。圧倒的にこの陰線の数の方が多いんです。陰線に対する陽線の数っていうのがすごく少なくなってきておりますので、基本的には戻り売りなんですが、こういう下落には先ほども言いましたがついていかない方がいいと思います。少なくとも一旦ストキャスティクスがこの安値圏から上昇してからの次の下落とか、 GMMA の青帯付近まで戻してからの次の下落とか、そのくらいまで下落を待っておく方がいいと思います。ただ1時間足ではかなり急激に下落してますが、15分足とか5分足にすると GMMA の青帯に接触して綺麗な下落をしているんですね。例えば1時間足で言うとこういうところですよね。この12月の21日とか22日 GMMA の青帯まで戻してそこからの下落、 GMMA の青帯まで戻して下落みたいな、そういう動きを買い足でしている場合はその流れに乗っていっていいと思います。ただしその場合はいつ上位足の反発上昇が来るかわからない。1時間足のストキャスティクスは今安値圏に入っております。4時間足のストキャスティクスもそろそろ安値圏ですので、ここからは1時間とか4時間とかそういう時間軸での大きめの調整上昇ですね。今ですとこのトレンドライン付近まで戻してくる可能性がありますので、買い足のトレンドに乗っていく場合はその辺上位足の環境認識もしておく必要がありますので、その辺に注意しながらこの下落トレンドに短く乗っていくっていうのが今の相場だと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。
毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意しております。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿しています。時々無料公開もしておりますので、その辺は Twitter をご確認ください。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。